日はちくわの大葉和えを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ちくわの大葉和えを作っていきたいと思います。こちらは切って和えるだけなのですごく簡単です。5分ぐらいでね、パパッと簡単に作れるレシピになってます。さらにこのね、ちくわの大葉和えを使った簡単アレンジレシピもご紹介していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。ちくわ、大葉、鰹節、マヨネーズ、お醤油、お砂糖、おろし生姜、すりごま、ごま油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずちくわなんですが、今回は5本分の分量になります。味付けに関しましては、お家にあるような調味料だけで作っていきます。お砂糖はですね、ちょっと加えていただくことでコクが出てとても美味しい仕上がりになります。ということで早速作っていきたいと思います。では早速作っていきます。まずちくわから切っていきます。ちくわはね、今回斜め切りにします。厚さがだいたい1センチぐらいになるように斜め切りにします。もちろんね、こんな感じで輪切りにしていただいても OK です。では残りも同じように切っていきます。ちくわの準備はこれで OK です。それでは続いて大葉です。まず大葉をね、さっと水洗いしてください。そして大葉の水分をきちんと拭き取ります。上からペーパーで押さえつけて水分を拭き取りましょう。あとはこのね、大葉の茎の根元を揃えます。はい、このように揃えてください。そしたら根元を切り落とします。そして手前から大葉をくるくる巻きましょう。くるくる巻いたら半分に切って、そして切り口を揃えて、そして千切りにしてください。大葉の準備はこれで OK です。それではね、最後和えていきます。もうあとはね、和えるだけなのですごく簡単です。まずボウルにちくわ、そして鰹節、続いて大葉を入れます。こちらを入れたらね、一度この3つをね、よく混ぜましょう。でよく混ぜたら、あとは調味料を加えていきます。まずお醤油、続いてマヨネーズ、あとはお砂糖、そしておろし生姜、すりごま、あとはごま油です。でこれをよく和えてください。今回ね、すりごまを使ってるんですが、普通のね、いりごまを使っていただいても OK です。はい、これで完成です。このように美味しそうに仕上がりました。それではね、こちらを使った簡単なアレンジレシピをご紹介します。今回はこれを使ってちくわトーストを作っていきます。もうすごく簡単です。まず食パン何枚切りでも OK です。ここにバターですね。今回ね、この柔らかいチューブでバターを使います。こちらお好みでマーガリンとかでもね OK です。で全体にね、バターを塗ります。バターを塗ったらここにね、ちくわをね乗せてください。乗せる量はね、お好みで OK です。もしあれば、あとはね、ここにトウモロコシも乗せます。こちらね、冷凍のスイートコーンでございます。もちろん缶詰のものでも OK です。そうするとね、彩りも良くなって、あとはね、このコーンの甘みが加わって美味しくなります。ちくわとのね、相性もバッチリです。はい、こんな感じかな。あとは最後ここにとろけるチーズですね。ピザ用のチーズをたっぷりかけてください。これはね、スライスチーズとかでも OK です。あとはね、こちらをトーストしていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。これでちくわトーストの完成です。こちらもすごく美味しいので、ぜひ合わせてやってみてください。はい、これでちくわの大葉和えの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように大葉がたっぷりで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではね、まずこちら和え物からいただきます。いただきます。この大葉のタレと味付けが最高にちくわと合います。お弁当のおかずにもぴったりだと思います。
では続いてこちらアレンジレシピちくわパンもいただきたいと思います。いただきます。このちくわが食パンとすごく合います。そしてね、このチーズとの相性も抜群ですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のちくわの大葉和えのポイントです。まずちくわなんですが、今回ちくわは斜め切りにしてます。こちらを縦の輪切りにしていただいても OK です。お好みの切り方で作ってみてください。お弁当に入れる際は輪切りにした方がね、お弁当に詰めやすいと思います。あとはね、もうちくわと大葉を切って全て和えるだけなのですごく簡単です。難しい手順もないので、ちょっとあと1品欲しいなっていう時にぜひ合わせて作ってみてください。ご飯にもお弁当にも、あとはお酒のおつまみにもぴったりな一品になってます。そして今回は簡単なアレンジレシピちくわパンもご紹介しました。食パンにのせてチーズをかけて、あとはお好みでトウモロコシをのせてトーストするだけなのですごく簡単です。こちらも食べ応え抜群ですごく美味しいので、ぜひ合わせて作ってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はちくわの大葉和えを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。